ハロー。ハロー。アフリカ。というわけで、ハローアフリカ始まりました。で、今回はですね、南アフリカのローカル編ということで、JVC の南アフリカ事務所の、現地で、活躍されているドゥドゥちゃんに、番組の方に来てもらいました。番組の方にというか、実際には南アフリカの、現地の方にいるんですけれども、番組の方に出てもらうことになりました。あと、JVC のスタッフの担当である渡辺さんにも、今回参加してもらっています。渡辺さん、ドゥドゥちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そう、せっかくなんで、ドゥドゥちゃんと渡辺さんに自己紹介を簡単にしてもらってもいいですか？ Okay. My name is Dudu Zile. 私はドゥドゥジレ・ガビンデです。ドゥドゥとして、ドゥドゥと呼ばれています。で、南アフリカに、暮らしています。南アフリカ人です。で、ズール人。ズール語を話します。で、JVC で、働いているんですけれども、22年 JVC でのスタッフをしています。で、今はリンポポ州と言われる南アフリカの北部で子どもたちと、活動をしています。これからもっとお話をさせていただきます。ありがとうございます。Thank you. 渡辺さん、お願いします。はい、JVC で、南アフリカ事業を担当している渡辺と申します。私も、かれこれ JVC に来て15年経ちます。はい、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では、そんなお二方を今日は、ゲストにお迎えして、今回初めて南アフリカのことを、番組をご覧の皆様にお届けできると思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。それではですね、これスーダンの時にも、最初に聞いたことなんですけれども、今新型コロナウイルス COVID-19 ですね、これが世界的に猛威を振るっている状況なんですけれど、結構南アフリカでも、被害が出ているというふうに聞いています。南アフリカのコロナのその人々を取り巻く状況、それとその南アフリカの国内でどういった対策が取られているのか、また、それに対してコロナに対しての人々の意識がどんな感じなのかっていうところを、聞きたいんですけれども。Okay, COVID situation. 状況は、非常に悪いと言わざるを得ません。で、3月からロックダウンをしていて、で、ロックダウンのレベルが厳しいものから、1から5まであって、5が一番厳しいんですけれども、10月に、ようやく1になったんですけれども、今でも、まだまだ、課題があります。たくさんの方が亡くなっていて、私自身も知り合いを多く亡くしています。で、家族としては叔父を亡くしました。で、政府の政策なんですけれども、政府は、それなりにベストを尽くしているとは思います。いろんな規制を設けたりとか、ルールを設けたりとかして、ちゃんと人々が安全に過ごせるように、人々にこう指針となるようなものを設けていっています。で、例えば、マスクもそうで、前まで南アフリカではこうマスクをするっていう習慣はなかったんですけど、今や、結構それがポピュラーになりつつあります。あとはちゃんとこうソーシャルディスタンスを取ったりとか、あとは、家族同士できちんとケアしたりとか、こう公共の交通機関の中でどういうふうにケアをするのか、注意するのかっていうことですよね。っていうことで、そういうようなこうルールとか規制っていうのがたくさんあるんですけれども、それでもやっぱり厳しい状況です。で、その理由はなぜかというと、人々の方が、そういったルールに従わないっていう面があるからです。で、なぜ従わないかっていうと、今だそのこうCOVID-19 というウイルスがあるっていうことを信じてない人っていうのが割といて、
で、南アフリカ政府っていうのはもともとすごく汚職とかも多いんですけれども、またなんかこう政府がそういったウイルスによってお金を自分たちの懐に入れたりとかっていう汚職をするためにそういったデマを流しているんじゃないかっていうふうに思っている人が結構いて、だからそんなこともあって、感染が広がっています。でちょっと補足するとこれ、都市部に多いんですね。結構農村の人は、どういう話を聞いてると割と気をつけて怖いと思っている人が多いかなというふうに私は思うんですけれども、このために政府がもう効果的な対策を取るのが難しくて、やっぱり人々の行動が結構課題になっているのかなというふうに思います。ただ一方でそうは言っても多くの人がこのインパクト、影響っていうのを悟りつつあって、例えばその一家の中で5人の家族が亡くなるみたいなことが生じているので、そういったことで、現実をちゃんと認識して、理解し始めている人っていうのもちゃんといます。で今もやっぱり人数が増え始めていて、で感染者が3000人、現在の感染者っていうのは累計ではもっと何十万人になるんですけれども、現在の感染者はまだ3000人を超えていて、おそらくその10月にロックダウンのレベルが1まで下がったのに、また12月におそらくロックダウンが始まる、厳しくなるというふうに言われています。でそうするとやっぱり政府がまた規制を設けて、おそらく一番長で問題なのはアルコールで、特に12月っていうのは南アフリカクリスマスシーズンに入るので、人がすごく多く集まったりパーティーをしたり、あと移動が生じるんですね。でそういうことで問題が生じるので、多分規制が12月に厳しくなるはずです。で例えばすでに東ケープ州と言われる、南アフリカの南部の方にある州なんですけれども、そこでは、国内便の運航というのも止めました。なぜなら、感染がそこで増えているからです。で12月の初旬に大統領が、新たな談話っていうかもう発表することになってるんですけれども、みんなどうなることかっていうふうに懸念しています。で私も、リンポポの、オフィスが、活動をリンポポ州でしているのでリンポポにいるんですけれども、普段クリスマスっていうのは別の州の実家の方に帰るんですけれども、おそらくちょっとロックダウンされると、州のまたいだ移動っていうのが規制されることになるので、そういったことも厳しいんじゃないかというふうに、懸念をしています。なので、南のコロナの状況っていうのは、人々の行動次第なのかなっていうのが、自分が考えていることです。Okay. Can I add something? でもうちょっと足したいって。大丈夫。Okay. And then there comes a lot of 特に大きな問題っていうのがまだあって、一つは、仕事を失う人々がすごく多いということで、これは、やっぱ貧困の問題に直結します。で多くの企業がやっぱり南アフリカの中で倒産をしていて、あるいはもう閉鎖してしまうということが、起きています。であるいはそのオンライン、日本のようにテレワークでオンラインでっていうような本心を取る企業っていうのもあるんですけれども、特に農村地域っていうのはそのインフラですよね、ネットの、環境っていうのが整備されていないので、村で、そのネットにつなごうと思ってもつながらないところが多いんですね。でそういったことで企業のそのビジネスの活動なんかにも、影響を与えています。でこうやって、仕事の失う人が多いっていうことは何を意味するかっていうと、やっぱりその子供がやっぱりすごく大きな影響を受けるっていうことがあって、しかも食べるものすらないっていうことがないっていう状況が生じていることが大きいかなというふうに思います。で政府の政策として実はそういった子どもたちとか人々にフードパーセル、食料支援を届けるという政策はあるんですけれども、どこかでお金が消えて全く草の根の人々にその食料というのが降りてきていません。でなのでやっぱりその人々の行動もあるんだけれども、政府の汚職っていうのがやっぱり人々の苦しみっていうのにすごく影響を与えています。で怖いのはそのコロナで亡くなることもそうなんですけれども、おそらくそのうち食べ物がなくて食べられなくて亡くなる人、要は飢餓状態で亡くなる人っていうのがいるんじゃないかということを私は、一番恐れています。でそういうことでやっぱりどういうふうになるのかわからなくて、
でそういう中でやっぱ食料配布みたいなことも必要なんだけれども、一方でやっぱりロックダウンが厳しくなると逆にそういった活動すら制限がされてしまう。でそういう中で、そういう貧困下にあるっていう人はますます厳しい状況に置かれるので、食べられなくなるっていうそういう状況があることが非常に懸念されます。大体そういうこと。はい。ありがとうございます。この12月になってまた感染者がかなり増大してきている。日本もここに来てまた第3波って言われてますけれど、政府からのこの支援が人々のところまで行き届いてない。それで実際食べるものがなくて、このままではそれで亡くなってしまうような人も出てくるんではないかという話っていうのは、やはり日本よりももっともっと深刻な気がします。The second wave situation of COVID-19 is very bad now in South Africa. We've got a rate of more than 20,000 now of infected people per day, and also death rate now per day it goes to like 800. So yeah, it's very difficult, and it puts more pressure to government because they need to find a solution for this situation. And people are becoming more scared now because we've got a lot of people who are dying, and people who are very close to us that we know, because before people were dying but we never knew them, but now people whom we know very close, they passed on. And this time government hospitals, private hospitals are full, and also the laboratory is struggling with the workload of testing. So many people also, they die before they even get the results because there's no symptoms now, and it doesn't take even more than 2 days for a person to die. Once you start struggling to breathe, it's already at the end. So it's very difficult situation. And then also where JVC has project in Limpopo, it's a hotspot now. We really don't know what's gonna happen, but it's for us to comply, take care of ourselves, sanitize, social distancing, but stay more home if you don't have like very urgent matters to do. So we should be safe. Let's pray for the world, because situation is very bad. Corona is killing, and many people are gonna die before even they get the solution for it.